ココア蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はココア蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ホットケーキミックスとフライパンで簡単に作れる蒸しパンシリーズでございます。今回はですね、ココア蒸しパンを作っていくんですが、表面はマーブル状にして仕上げていきたいと思います。マーブル状のやり方などは作りながらご説明していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖、卵、ココアパウダー、サラダ油。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずお砂糖なんですが、白砂糖を使っていきます。こちらはお好みでグラニュー糖またはきび砂糖などで代用していただいても OK です。ただラカント S を使ったりすると少し膨らみにくいので、綺麗にね膨らませたい時はお砂糖、グラニュー糖またはきび砂糖などを使ってみてください。あとはね、ここにナッツ類など入れても美味しく召し上がっていただけます。そちらはお好みでやってみてください。そして今回はですね、8号サイズの紙カップを使っていきます。こちらは100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。両面シリコン樹脂コートされている紙カップになります。ただですね、この紙カップだけだと生地を入れた時にビヨンと広がってしまいますので、だいたい同じぐらいの大きさの容器の中にこのように入れて使ってください。ちなみにこちらの下の容器は耐熱のシリコンカップになります。サイズはですね、紙カップと同じ8号サイズです。こちらも100円ショップに売ってるのでぜひチェックしてみてください。ではですね、このように生地を作る前に容器をセットしておきましょう。ということで早速作っていきます。それでは生地を作っていきます。まずですね、ボウルに卵を割り入れます。そして軽く卵を溶きほぐしてください。軽く溶きほぐしたらここにお砂糖を加えます。お砂糖を加えたら素早く混ぜてください。砂糖はですね、卵の水分を吸ってしまってそのまま放置しておくとつぶつぶができてしまいますので、砂糖を加えたら必ずすぐ混ぜるようにしてください。はい、 OK です。そしたらここにサラダ油を加えます。サラダ油を加えていただくととてもしっとりとした仕上がりになります。では混ぜます。材料はですね、加えたらその都度しっかりと混ぜるようにしてください。そうすることで生地にムラができず、さらに馴染みも良くなります。そうしましたらここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。でこれでね、砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら続いてここにホットケーキミックスを加えます。こちらね、振るわずそのまま入れちゃって OK です。そしてダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。このようにダマがなくなるまでしっかりと混ぜてください。そしたらね、今回はマーブルにしていくんですけれども、メインの生地はココア生地にしていきたいと思います。なのでこのタイミングでマーブルに使うプレーン生地を取り除きます。それではですね、だいたい大さじ2杯くらいですね、この生地から取り除きます。はい、このぐらいですね、取り除いてください。それではですね、こちら余った生地の方にココアパウダーをふるって加えます。ではふるいます。そしてよく混ぜましょう。はい、ココア生地はこれで OK です。生地の色が均一になるまでしっかりと混ぜてください。ではね、今からこちらを容器の中に流し入れていきます。流し入れる時なんですけれども、このように注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと入れやすいと思います。こういったものがない場合はスプーンですくって入れてみてください。ではね、こちらに入れ替えたいと思います。はい、生地の準備はこれで OK です。それでは先ほどね、一番初めに用意した容器のだいたい8分目ぐらいまで生地を入れます。はい、このぐらい入れてください。それではね、残りも同じように入れていきます。はい、このように型に入れてください。それではですね、こちら残しておいた生地をここに垂らして、そしてマーブル状を作っていきます。まずこちらをですね、ティースプーンなどですくって、そして何箇所かね置きます。適当で OK です。はい、でこんな感じで置いたら、今度はね、爪楊枝を使ってマーブル状にしていきます。
適当にね8の字を描くようにしていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。もうちょっとね白っぽさが欲しい時はまたねさらに追加して、そしてまた同じように8の字を描いてみてください。あんまりやりすぎるとね今度は混ざっちゃうので、やりすぎには注意してください。それでは残りも同じようにマーブル状にしていきます。はい、このようにマーブル状にしてください。それではですね、今からこちらをフライパンで蒸していきます。はい、それではフライパンで蒸していきます。まずですね、フライパンの底から1センチほどのお水を入れてください。そして火にかけます。このままですね、一度水を沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。火を止めるとね、蒸気がわーっと上に上がってくるので、やけどしないようにだけ注意してください。それではですね、型を並べていきます。この時もやけどには注意してください。はい、でこのように並べたら蓋をします。そして火にかけます。火加減は弱めの中火です。このまま10分蒸していきます。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。それでは開けます。オープン。じゃじゃーん。こんな感じで美味しそうなマーブル蒸しパンに仕上がってます。すごくね、まん丸に蒸し上がりました。それではこちらをフライパンから出します。やけどしないように注意してください。はい、フライパンから取り出しました。今ね、フライパンからもう取り出してしまったんですけれども、取り出す前に一度竹串などで刺して生の生地がついてこないかだけチェックしてください。もしその時に生の生地がついてくる場合は、きちんと蒸し上がるまで追加で蒸してください。そしたら型から取り出していきます。この時も熱いのでやけどには注意してください。はい、これで完成です。このように綺麗なマーブル状に仕上がりました。あとはね、このようにふっくらとまん丸に仕上がってます。これで完成です。はい、これでココア蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面は綺麗なマーブル柄に仕上がってます。それぞれね、マーブル柄も違うので、いろいろ楽しめると思います。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。ふわふわしっとりですごく美味しいです。甘さもちょうどいいですね。そしてこう噛めば噛むほどココアの味が口に広がってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のココア蒸しパンのポイントです。まず今回は8号サイズの紙カップを使用しました。この紙カップを使用する場合は、紙カップだけだと生地を加えた時にカップがビヨーンと広がってしまいますので、だいたい同じぐらいの大きさの耐熱容器の中に入れて使うようにしてください。今回私が使っている紙カップも、あとは耐熱のシリコンカップも両方100円ショップで買えますので、ぜひチェックしてみてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。特にですね、お砂糖を加えた後はすぐ混ぜるようにしてください。というのもですね、お砂糖を加えてそのまま放置していると、お砂糖が卵の水分を吸って粒々が残ってしまう場合があります。なので砂糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。そして今回はですね、ココア蒸しパンをマーブル柄にしました。このマーブル柄のやり方なんですが、プレーンの生地をね、だいたい大さじ2杯ぐらい取っていただいて、残りの生地にココアパウダーを加えます。そしてそのココア生地を最初に入れて、残しといたプレーン生地を少し垂らして、そしてその後ですね、爪楊枝で8の字を描くようにマーブル状を作ってみてください。ただこの時ね、あんまり爪楊枝でやってしまうとマーブルが薄くなってしまいますので、やりすぎには注意してください。あとはですね、フライパンで蒸すだけなんですけれども、フライパンで蒸す時はですね、特に型を入れる時にやけどしないように注意してください。蒸し時間に関してなんですけれども、フライパンの大きさなどによっても変わってくる場合がありますので、蒸し上がったら一度竹串を刺して生の生地がついてこないかをチェックしてください。もしこの時に生の生地がついてくる場合は、追加でだいたい1分から2分ほど蒸してみてください。そして甘さについてなんですけれども、今回程よい優しい甘さになってます。こちらの甘さに関しましてはお好みで調整してください。このままシンプルに食べるのもいいですし、ここに生クリームをつけて食べても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はココア蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。